こんにちは、みどりです。今日はこちらの巾着の作り方をご紹介します。もちもちした感触でとても冬らしい可愛い巾着となっています。こちらの巾着はグラニースケーを2枚作ってそれをかがっているだけなので袋にするのも簡単かと思います。初心者さんもぜひ一緒に作ってみてください。出来上がりサイズは縦が13センチ、横が11センチとなります。使用した毛糸はセリアさんで売っているプリンセスモールです。こちらの真ん中はグレー色でカラーナンバー4番で、花の白色はカラーナンバー1番です。で、この袋のところですね、こちらはカラーナンバー7番で、ピンク色はカラーナンバー3番を使用しました。で、他にも数種類色が出ているので、お好きな色でメインの袋を編んでもらったらいいかなと思います。かぎ針は7号を使用します。この毛糸はふわふわなので、マーカーがあると引き抜き編みの時に便利かなと思います。あとはハサミととじ針ですね。では早速編んでいきたいと思います。まず輪を作ります。人差し指と中指に糸を2回巻きつけてください。1回、2回、2回巻きつけたら一度右手で持ちます。左手の薬指と小指で糸を挟んで人差し指で引っ掛けて親指と中指で持ちます。そうしますと、この輪の中に針を入れて糸を引っ掛けて引き抜く。もう一度糸を引っ掛けて引き抜きます。これで輪ができました。で、ここから1段目を編んでいきます。1段目は長編み2目1度と鎖編みを1目編むことを8回繰り返していきます。まず立ち上がりに鎖編みを3目編んでください。鎖編みは糸を引っ掛けて引き抜く。これだけです。糸を引っ掛けて引き抜く。2、3。立ち上がりの鎖編み3目編めました。これは長編み1目と数えます。で、この立ち上がりの鎖編み3目目は最後に引き抜き編みをしますので、ここにマーカーをつけといてください。こんな感じで右半目にマーカーが来るように刺しておいてください。で、そうしましたら次に長編みを1目編みます。長編みは糸を引っ掛けて輪の中に針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。針の上に今糸が3本あります。で、これを糸を引っ掛けて左側の2本を引き抜いてください。糸を引っ掛けてこの2本を引き抜く。で、2本になりましたね。そうしましたらまた糸を引っ掛けてこの残ってる2本を一気に引き抜きます。これが長編みの編み方となります。で、今回は最初だけ立ち上がりを鎖編み3目編むので、鎖編み3目と長編み1目編んだことになります。で、そうしましたら鎖編みを1目編んでください。で、次は長編み2目1度を編みます。まず糸を引っ掛けて輪の中に針を入れます。で、糸を引っ掛けて引き出す。針の上には3本糸があります。これをまたもう一度糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜きます。
で、通常でしたらもう一度糸を引っ掛けてこの上の2本も引き抜きます。ですが2目一度なので、この未完の状態、まだ完成しきっていない未完ですね。未完の状態で止めます。もう一目これと同じ状態の長編みを作ります。糸を引っ掛けて輪の中に針を入れて糸を引き出して、今針の上には4本ある状態となりました。そうしましたらまた糸を引っ掛けてこの左側の2本を一緒に引き抜きます。これでまた未完の長編みが1目できました。こことここ、未完成の長編みが2つあります。そうしましたら糸を引っ掛けて上にかかっている3本一気に引き抜いてください。これで長編み2目一度が編めました。長編みを2目編むのではなく、未完の長編みを2目編んで一度に引き抜きました。で、次に鎖編みを1目編みます。で、この長編み2目一度と鎖編みを1目というセットをあと6回編んでってください。全部で8回編みます。で、少し編んでいくうちに輪っかがきつくなってくるので、このように端に右側に寄せながら編んでってください。で、もう一度やりますね。糸を引っ掛けて輪の中に針を入れる。で、糸を引っ掛けて引き出す。で、もう一度糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。で、これが未完成の長編み。これをもう1個作ります。糸を引っ掛けて輪の中に針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。で、もう一度糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。で、これで未完成の長編みが2つあります。そうしましたらこの3本糸を引っ掛けて3本一緒に引き抜いてください。これで長編み2目一度ができました。そしたら鎖編みを1目。これをどんどん繰り返していってください。で、1周編んできました。で、そうしましたら輪を引き締めます。まず針を抜きます。で、ここはちょっとほどけないように長めに糸を出しておいてください。そうしましたらまずこの糸端を引っ張ってください。キュッと引っ張ると、糸端を引っ張るとこっちの糸が短くなりましたね。2本あったうちの短くなった方を糸端側から引っ張ってください。こちらではなくてこっち側から引っ張ります。キュッと引っ張っていくと輪が引き締まります。引き締まりましたら糸端を引っ張ってください。これで輪が引き締まりました。そうしましたらここの輪のところに戻してください。ここで、そうしましたら最後このマーカーをつけといたところですね。ここに引き抜き編みをします。ここは最初に編んだ立ち上がりの鎖編み3目のところです。3目目のところ。この毛糸は結構ホワホワしてて編み目が分かりづらいので、こうやってマーカーしとくとすごいいいですね。で、マーカーを取ったらすぐにここに針を入れます。分からなくならないうちに。で、そうしましたら引き抜き編みは糸を引っ掛けて、今ここに針の上に糸がかかっているこの2本を一気に引き抜きます。糸を引っ掛けて
この右側も針にかかっていた糸を全部引き抜きます。でそうしましたらちょっとキュッと引き締めてください。これで1段目ができました。でここで糸がいですね。次の段は白色になりますので、ここで糸を切ってしまってください。でこのまま針を抜きます。よいしょ。キュッと引っ張って裏側で糸処理をしてください。まずとじ針に糸を通します。で今回は一緒に糸処理をしますが、他の段の時にはこれを参考にして糸処理はしてってください。動画上はカットしてしまいます。でまずこの出てるところからよいしょ、こんな感じで針を刺します。これは結構適当ですね。一回通したら今出たところからちょっと近い違うところ、一緒のところに通さない、ちょっと違うところから通して U ターンしてください。でこっちもう一つの方、もう一つの方も同じですね。こんな感じで針を刺してもらって、でまた違うところから針を刺して U ターンで糸を切ってしまって大丈夫です。これで1段目ができました。2段目はこの花の部分ですね。これは長々編み5目のパプコン編みと言います。ぷくってしてるところで、これを1つ編んだら鎖編みを3目編みます。でまた長々編み5目のパプコン編みを編む。で鎖編み3目を8回繰り返していくという編み方となります。でまず糸を変えるんですが、これをよく見てもらうと、この長編み2目やりましたね。でそれの間、鎖編みを1目編んだところ、そこに小さなこの穴みたいのがあるかと思います。ちょっと引っ張ると長編みと長編みの間、長編み2目のところの間、ここにどこでもいいので、ここに後ろから針を刺して糸を引っ掛けて向こう側に持ってきます。でそうしましたらここで一度結んでください。でこの糸端が逆側、向こう側になるように、こんな感じでキュッと糸端が向こう側です。でこれで2段目を編んでいきます。でまずこの糸を通したところの下に針を刺してください。でこの糸端は側面に沿わせて編んでってください。でまずこの糸を引っ掛けて手前に持ってきます。でそうしましたら、まず立ち上がりの鎖編み4目編んでください。長々編み1目の代わりとなります。糸を引っ掛けて引き抜く。この鎖編みを4目、1、2、3、4で4目鎖編みを編みましたら、この4目目ですね、4目目にマーカーをつけておいてください。マーカーをつけました。
そうしましたら、今立ち上がりでこの針を入れたところありますね。ここの同じところに長々編みをあと4目編んでってください。長々編みは糸を2回針に引っ掛けます。糸を2回引っ掛けましたら、この先ほどと同じ場所に針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。引き出した時に今針の上には4本糸があります。これを2本ずつ引き抜いていってください。糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。で3本になりました。また糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。残り2本となります。でもう一度糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。これが長々編みとなります。これをあと3つ2回糸を引っ掛けて同じ場所に針を入れます。で糸を引っ掛けて引き出す。で2本ずつ引き抜きます。糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。3目できました。あと2目。2回糸を引っ掛けたら同じ場所に針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。で2本ずつ引き抜きます。2本。4つを2本ずつ引き抜く。1、2、立ち上がりを含めて長々編みを5つ編んできました。1、2、3、4、5、5目編みました。そうしましたら、この今針に糸がかかっていますね、1つ。これを少し引き出して針を抜きます。でこのマーカーをしといたところありますね。ここに針を入れてください。マーカー入れてない方は立ち上がりの鎖4目目ですね。ここに針を入れて、ここにもう一度針を引っ掛けてください。でこの状態で糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜いてください。これで長々編み5目のパプコン編みが1つできました。でこの次は鎖編みを3目編んでください。1、2、3でこの編み方を全部で8回繰り返していきます。次はこの長編み2目一度の次のこの鎖編みのところですね。ここ長編みと長編みの間の鎖編みを編んだところに針を刺して編んでいきます。でここ糸端はここ編みくるんでいきます。で次は立ち上がりないので1目目から糸を2回巻きつけて鎖編みのところに針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。で糸を2本ずつ引き抜いてください。糸を引っ掛けて2本ずつ引き抜く。よいしょ。これで長々編みが1目編めました。ここにあと4目長々編みを編んでください。2回糸を引っ掛けたら同じ場所に針を入れて糸を引き出して
2本ずつ引き抜いてください。長々編みを5つ同じところに編んでいきます。3、4、5。また長々編みを5目編みました。1、2、3、4、5で、そうしましたら先ほどと同じようにここを少しだけ引き出します。で、この1目目、長々編みの1目目の頭、ここですね。上から見た時のここの下に針を入れます。こうちょっと鎖編みみたいに V みたいになっているところの下ですね。ちょっとこう広げると少しだけここにポッと針が入れるところがあります。で、上には V になっているところ、針を入れて一旦ちょっと引き締めます。で、この状態で糸を引っ掛けてこちらとこちら一気に引き抜きます。これで長々編み5目のパプコン編みが1つ編めました。で、そうしましたらまた鎖編みが3目、1、2、3、これの繰り返しです。これをどんどん編んでいってください。で、3つか4つぐらいパプコン編みが編めたら、ここの糸端は切ってしまって大丈夫です。ではどんどん編んでいきます。糸を2回巻きつける。そしたらまたここ1段目の鎖編みを編んだところに針を入れて糸を引き出す。で、2本ずつ引き抜いていく。で、この長々編みを5つ編んでいくって感じですね。5つ長々編みを編みました。そしたらまた同じように少し引き出してこの1目目の頭に針を入れて、ここにもう一度針を入れる。で、引き締めて糸を引っ掛けて一気にどちらも引き抜く。で、鎖編み3目、1、2、3、これを8回ぐるっと編んでってください。で、1段ぐるっと編んできました。で、そうしましたら最後引き抜き編みをします。この1つ目の花びらの最初は立ち上がりで鎖編み4目編んだかと思います。で、ここのところに針を入れます。ここに針を入れたら糸を引っ掛けて引き抜き編み、キュッと引き締めてください。で、ここでしっかり止まるようにもう一度糸を引っ掛けて鎖編みを1目編んでください。そうしましたらここで糸を切ってしまって大丈夫です。で、引き抜きます。キュッと引き締めて、これで2段目ができました。この糸も裏側でね、ここら辺で糸処理してください。次に3段目ですね。3段目も同じように糸をつないでいきます。
つなぐところはこの横にしてもらった時のここ鎖編み3目編んだところですね。ここに糸を結んでください。出したらまた同じように糸端が向こう側に来るように結んでください。でこの鎖編みの右側、左じゃなくて右側にこうやって結んでください。でそうしましたらこれも編みくるんでいくのでこんな感じで沿わせてください。でそしたらここの鎖編み3目、ここの穴のところに針を入れて糸を引っ掛けて手前に持ってきます。そうしましたら長編み3目1度を編みます。ここは最初ですので立ち上がりで長編み1目の代わりに鎖編みを3目編んでください。糸を引っ掛けて引き抜く。1、2、3でこの立ち上がりの3目目のところには最後引き抜き編みをしますのでマーカーをつけておいてください。ここですね。3目目でそうしましたら次に2つ未完成の長編みを編みます。糸を引っ掛けてここの穴のところに針を入れる。糸を引っ掛けて引き出す。糸が今針の上に3本ありますね。これを糸を引っ掛けて左側のここ2本を一緒に引き抜いてください。これが未完成の長編みです。これをもう一つ作ります。糸を引っ掛けてここに針を入れる。糸を引き出して持ってくる。でもう一度糸を引っ掛けてこの2本一緒に引き抜きます。で未完成の長編みが2つありますね。でここは立ち上がりでこれを糸を引っ掛けたら3つ一気に引き抜いてください。これで長編み3目1度が1つ編めました。そうしましたら次に鎖編みを2目編みます。1、2。この段は鎖編みを編むときは毎回2目となります。で次にまたここの同じところに長編み3目1度を編みます。で今回は立ち上がりではないので未完成の長編みを3つ編んでください。糸を引っ掛けてここに針を入れる。引き出して糸を引っ掛けて2本を一緒に引き抜きます。この状態、この未完成の長編みを全部で3つ編んでください。糸を引っ掛けて穴に針を入れて糸を引き出す。糸を引っ掛けて2本を一緒に引き抜く。もう一度糸を引っ掛けて穴に針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。でもう一度糸を引っ掛けて左側の2本だけ一緒に引き抜く。今未完成の長編みが123つある状態となりました。こんな感じで針の上には4本糸がある状態です。でそうしましたらこれを糸を引っ掛けて4本一気に引き抜いてください。糸を引っ掛けて4本いっぺんに引き抜きます。これが長編み3目1度となります。で次にまた鎖編み2目編みます。1、2。次は隣のこの穴に移ります。でここに細編みを3つ編んでください。輪の中にこの穴の中に針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。でもう一度糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。これ細編みですね、普通の。これをあと2つ。
穴に針を入れて糸を引っ掛けて引き出す。で糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。3つ細編みをしました。そうしましたらまた鎖編みを2つ編んでください。でここまでの編み方を4回繰り返します。ではまた編んでいきますね。糸を引っ掛けてこの穴に針を入れる。糸を引き出して糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。でこれが未完成の長編みですね。これを3つ。で未完の長編みが3つで針の上には4本で、そうしましたら糸を引っ掛けて一気に引き抜く。で鎖編みが2目で、同じところに長編みが未完を3つ。2本ずついつも引き抜いてますね。で4本になったら糸を引っ掛けていっぺんに引き抜く。で鎖編みが2目で、次ここは細編みを3目たら鎖編みを2目。これをどんどん繰り返してください。この2つやってるところは角になるんですね。でここは側面こんな感じ。これ半分いきましたね。こんな感じであと半分編み進めてってください。で1周ぐるっと編んできました。最後の鎖編み2目までですね。でそうしましたらこのマーカーをつけておいた立ち上がりの鎖3目めで引き抜き編みをします。こうマーカーを取ったらすぐに針を入れます。で糸を引っ掛けてこう2本いっぺんに引き抜いてください。でこっち側も引き抜きます。そしたら一回こう糸をキュッと引き締めてください。でこれで3段目が編み終わりました。でそうしましたら色は変えないのでこのまま4段目も編み進めていきます。まず立ち上がりで鎖編み3目編んでください。糸を引っ掛けて引き出す。1、2、3でここの3目めも同じようにマーカーをつけといてください。ここはねまた最後に引き抜き編みをしますので、そうしましたらこれからこの穴のところですね、こういう穴が開いてるところ、ここに長編み3目を編み進めていきます。で今ここ立ち上がり編んだのはここの穴のところの長編みなんですね。でここにこれから3目するとちょっとずれてってしまうので、ここに編み入れる長編み3目のこの3目目一番端のところを編んだことにします。ですので次編むところはもう次のここに編んでしまいます。ここの穴のところなので糸を引っ掛けてここの角のところですね、こう見た時にここが角になってます。
次が角のところですね。糸を引っ掛けてここに針を入れる。糸を引っ掛けて引き出す。で長編みを3目編んでください。1、2、3目編めました。でそうしましたら、ここは角になりますので鎖編みを2目編みます。1、2でまたこの同じ穴のところに長編みを3目編んでください。ここ同じところ、1、2、3編みました。でそうしましたら、次ここでこの角に来るまでは普通に長編み3目を連続して編み進めていきます。1、2、3で次のこの穴も長編みを3目、ここ1、2、3でまた角のところに来ましたね。で角のところに来たら長編み3目鎖編み2目長編み3目をこの1つの穴のところに編んでください。ここ角のところ2、3目長編み編んだら鎖編みを2目でまたここ同じところに長編みを3目でこれをぐるっと1周繰り返していってください。でここまで編みました。で最後ここですね。ここはこの立ち上がりの時に長編み1目分編んでますね。なのでここは長編みを2目だけ編んでください。1、2でここの立ち上がりのところで3目目ということになります。でここマーカーのところで引き抜き編みをしてください。糸を引っ掛けて引き抜く。キュッとでここもう一度鎖編みをします。で糸を切ってしまって大丈夫です。キュッと引き締めます。でこれで表側のところができました。ここですね。で裏側なんですけども、裏側も同じこれを作っても大丈夫です。表裏同じのを作って、裏側も表も裏もこの花びらのモチーフにするっていうのでもいいですし、裏側は普通に花がなくていいよっていう方はグラニースケアを1色で編むグラニースケアを編んでください。これは私の動画でありますので、概要欄にリンクを貼っておきます。でそれを4段編んでください。1、2、3、4で動画は3段目までしかなかったかなと思うんですけど、4段目はこれと同じ編み方です。今4段目編みましたね。これと同じ編み方をここでもやってください。
編み図も一緒に出しておきますので。この花びらを2枚用意するか、これは1枚にして裏側は1色のグラニースクエアを4段目までのものを1枚用意してください。でもう1枚グラニースクエアを編んできました。で2枚用意しましたら、これを合わせて3辺をかがっていきます。でまずこの角のところですね、角のところを2枚合わせて糸を結んでください。で糸端は向こう側に出るように結びます。でこれは一緒に編みくるんでいきます。でそうしましたら、一旦糸を切らなくてはいけないので、これをこの3辺分だと少し足りないので、これの2倍ぐらい取っておくと余裕かなと思います。2倍の長さ、これの2倍、行って帰ってくる分で用意したら切ってしまってください。そしたら切ったところにとじ針を通します。2枚の編み地のここ鎖編みみたいになってるところがありますね。そこの下に針を通します。針の上には2本ずつ、全部で4本ある形となります。こういうことで、これでどんどんかがっていきますね。でそれプラスこの糸端も一緒に編みくるんでいきます。でこっち側にしておくと分かりやすいかな。でそしたら次の隣の編み地に入れる。次の編み地、よいしょ。でこれをどんどん繰り返していってください。このぐらい巻きくるんだら、この糸端は切ってしまって大丈夫です。でここからも同じように針を入れる。でこれでどんどん巻き上がっていきます。で角まで来ました。で角は鎖編みを2目やっているので、ここは2回この穴に通してください。ここの穴のとこですね。ここに普通に2回分、1回2回2回通して、また次のここに長編み1目めの上、ここに刺すようにしてください。でこんな感じで1周、ここまでですね、3辺1周ぐるっとはしないでください。ここまで巻きかがりをしていってください。最後もこの各角の穴に入れて終わりとなります。でそうしましたら、これを内側を開いてもらって、この角ありますね、角のこの手前側のだけ1回入れます。で糸を内側に持ってきます。こうやって内側に開いてください。でそうしたらここをしっかり留めたいので、この内側の糸を少しすくってください。でそしたら針を抜きます。で今この輪っかになってるところありますね。でここに針を入れてください。で引っ張ります。
でこうするとここがちょっとねきつく止まりますので、これを1回やってあげるとあんまり広がらないで済むかなと思います。でこれを1回やってからいつものように糸処理をしてください。これで袋状になりました。でそうしましたら次はここの段を編んでいきます。ここはまず長編みを1周ぐるっと編みます。でその次に長編みと鎖編みを1目ずつ交互に編んでいきます。で3段目は細編みを1周ぐるっと編んでいくという編み方となります。でこの紐は最後鎖編みで作ります。ではまず長編みから編んでいきます。でまずここ角のところありますね。ここに糸を結んでください。で結んだらこれはいつも通り編みくるんでいきます。ではまずこの穴ですね、結んだところの下に針を入れて糸を引っ掛けて手前に持ってきます。でここは立ち上がりの鎖編み3目編みます。長編み1目の代わりとなります。1、2、3でこの3目目は最後に引き抜き編みをしますのでマーカーをつけておいてください。マーカーをつけました。でこのグラニースクエア編んだ時にここは鎖編みを2目編んだかと思いますので、角のところは長編みを2目ずつ編んでいきます。なのでここに長編みを1目編んでください。同じ場所に長編みを1目でぐるっと1周長編みを編んでいきます。で針の入れる場所ですが、針はここの長編みのこの頭の下、縦にした時に上にこの鎖編みみたいになってます。 V の字みたいな。で V のところの下に針を入れます。ここですね。針を刺した時に針の上に2本糸が来てるかと思います。長編みですので1つ糸を引っ掛けて頭の下に針を入れる。で長編みで次ここ糸を引っ掛けてませんでした。糸を引っ掛けてここで2本ずつ引き抜く。また糸を引っ掛けてこここれをぐるっと1周繰り返していってください。で端まで来ました。でそうしましたらここは角のところですので穴が開いてるかと思います。でここは長編みを2目編んでください。1、2でこちら側も角ですので同じように長編みを2目編みます。1、同じ場所2でそうしましたら残りは普通に長編みをぐるっと1周編んでってください。
で最後のところまで来ました。最後はまた角のところですので、今までのところと同じように長編みを2目編んでください。1、2でぐるっと1周編みました。そうしましたら、ここの立ち上がり鎖編みの3目目、ここのマーカーしてあるところに引き抜き編みをしてください。針を取ったら、マーカーを取ったらすぐに針を入れます。で糸を引っ掛けて引き抜き編みで、こちら側も引き抜く。で一度引っ張って引き抜き編みのところを引き締めます。で次は立ち上がり鎖編み3目編んでください。1、2、3でまた同じように右半目にマーカーをします。この段は紐を通していくので、長編みと鎖編みを交互に編んでいってください。ですので今ここは立ち上がり3目目は長編み1目分となりますので、鎖編みを1目編みます。で次長編み編む場所は下の段の1つ目に長編み編みましたね。で隣の段を開けて3目目の頭の下に針を入れます。一つ飛ばしで長編みをどんどん編んでいきます。糸を引っ掛けて、この3つ目の頭の下に針を入れて長編みを編みます。でまた鎖編み、次は5目目、一つ飛ばしでどんどん長編みを編んでいってください。で鎖編み、一つ飛ばして2つどなり、こんな感じで格子状に編んでいくかなと思います。ではぐるっと1周編んでいってください。これで最後まで編み進めてきました。そうしましたら、このマーカーのところでまた引き抜き編みをします。針を刺したら糸を引っ掛けて引き抜く。で次最後の段ですね。最後の段は細編みをぐるっと1周します。まず立ち上がりで鎖編みを1目編んでください。そうしましたら、この長編みありますね。長編みの頭の下、ここに針を入れて細編みを1目編みます。糸を引っ掛けて2本一緒に引き抜く。ここも最後に引き抜き編みをするのでマーカーをつけといてください。こんな感じですね。でそうしましたら、次はここの穴のところ、鎖編みを編んで穴が開いているところがあります。ここに針を入れて細編みを1目編みます。で次は長編みのところ、でまた穴のところに針を入れて細編みで長編みのところ、これを交互に編んでってぐるっと1周編んできてください。
ぐるっと一周編んできました。この穴のところまで細編みを編んだ状態です。でそうしましたら、このマーカーをつけておいたところ、最初の細編み1目めですね、ここに引き抜き編みをします。今回は立ち上がりではないので、細編みの頭の下のところに針を入れます。で糸を引っ掛けて引き抜く。でキュッと引き締めます。でもう一度鎖編みをして糸を切ってしまって大丈夫です。で引き締めて、ここは糸処理をしてください。でそうしましたらもう袋の完成となりますね。で最後に鎖編みで紐も作っていきたいと思います。最後に紐を鎖編みで編んでいきます。まず糸をくるっと引っ掛けます。で糸を引っ掛けて穴に通す。で下にちょっと引っ張ります。で今回は緩めに編まずに普通に鎖編みをどんどん編んでいってください。目安としては34センチくらい編んでいくとちょうどいいかなと思います。糸を引っ掛けて引き抜く。この鎖編みを永遠ではないです。34センチくらいどんどん編んでいってください。でだいたい34センチ編んできました。そうしましたら糸を切ってしまってください。針を抜いてこのままちょっと引っ張るとここで止まります。でこれと同じものをもう1本用意してください。で紐を2本用意しましたら、1本ずつこの長編みと鎖編みを交互に編んだところに通していってください。こんな感じで交互になるように通していきます。でここの長さを合わせたら結びます。で鎖編みを編んでいるところが少し出るようにしてください。でこんな感じで縛りました。そしたらここの鎖編み編んだところで最後引っ張ったところがありますね。でこれのギリギリのところでハサミで切ってください。この鎖編みを編んでいるところは切らないようにしてください。ここら辺ですね。でこちら側も鎖編みのところは切らずに普通の紐の状態のところですね。反対側も同じように紐を通していきます。でこちら側も同じように長さを整えてから結びます。で鎖編みのところは切らずにその先を切ってください。これで巾着ができました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みどりでした。バイバイ。